皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国で行われている学歴詐称という問題について取り上げていこうと思います。日本よりもあちらの国の方がはるかに厳しい学歴社会だと言われています。子供たちにとってはいい大学に入れるかどうかというのがまさに人生の分かれ目だというふうにさえ言われています。この認識は親の行動さえも不正に走らせる原因になっています。子供たちにいい大学に行かせるために親たちが一体どのような不正に手を染めていたのか、その記事について見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。自分の子供を論文の共著者にするという不正が警国で横行していたことが判明。科学論文などでは一人の研究者だけが研究のすべてを行うことは少なく、大抵は数人のチームで共同研究を行うため、発表される論文には主著者だけでなく、数名の共著者も名を連ねることがほとんどです。ところが警国で実際には研究に関与していない自分の子供を論文の共著者に加えるという不正が横行していたことが判明し、警国の教育部による調査が行われています。研究上の責任を持つ人物の名前を共著者として載せることは重要ですが、当然ながら研究に寄与していない人物の名前を載せることは不正に該当します。2018年、警国では自分の子供を論文の共著者にするという不正が10年以上にわたって行われてきた疑惑が浮上し、教育部が自分の子供や親戚を共著者として載せた論文を調査する事態に発展しました。2018年の報告では実に82件もの論文において研究者の子供や親戚が共著者にされていたことが判明しており、ソウル大学や延世大学、聖金館大学などの名門大学を含む29の大学の研究者が関わっていることも報告されました。この時特定された82件の論文のうち39件では該当する共著者が学校のカリキュラムなどの形で研究に参加していましたが、43件の論文では研究に関与した形跡が見られなかったとのこと。この時点ではあくまでも疑惑だけであり、実際に論文を記した学者が不正に手を染めたのかどうか、大学の倫理委員会などとも協力して調査が行われることとなりました。疑惑をかけられた論文及び学者に対する調査は2019年まで継続され、2019年10月17日に教育部が公開した調査報告書では、新たに9人の学者が不正に携わっていたことが確認されたと報告されました。今回の発表により、一連の不正に関わった学者の数は合計で17人となり、不正な共著者が確認された論文総数は24件になったとのこと。教育部の報告によると、新たに特定された9人の学者のうち5人が自分の子供を共著者に加えており、残りの4人は知人の子供などを共著者にしていたそうです。不正が行われた論文は少なくとも2007年まで遡ることができるそうで、長年にわたって不正が横行していたことが示されています。当然ながら、警国でも研究に関与していない共著者を論文に載せることは明確な不正ですが、警国の非常に厳しい大学入学競争が不正を助長しているとのこと。警国は超学歴社会であることが知られており、親は子供を有名大学へ通わせようと必死になっています。そこで自分の子供を大学入学時の審査で優位に立たせるため、研究者である親が実際には関与していない子供を論文の共著者にする不正が行われてきたそうです。警国では論文不正に対して厳しい罰則が課されており、教育部は一連の不正に関与した学者に対し、戒告、国が関与する研究に参加することを1年間停止する、懲戒解雇といった措置を検討しているとのこと。すでに聖金館大学では一人の学者が今回の不正に関連して解雇され、別の大学でも戒告などが行われていると教育部は述べています。教育部長官のユ・ウンヘイ氏は2019年10月17日の声明で、教育部及び各大学では未成年の共著者を含む794件の論文を確認しており、そのうち549件がレビュー対象になっていると述べています。同日に発表された報告で確認された論文不正は24件にとどまっていましたが、調査は今後も続けられる予定であり、
今後も不正に関連した論文や学者の数が増加する可能性があります。慶国科学技術院のヨン・キム氏は、私の印象では共著者不正の事例は私たちが考えているよりも広範囲にわたっていますとコメント。また、聖金館大学の材料科学者であるチャング・リー氏は、大学の入学審査に論文の功績を考慮することに反対すると主張し、高校生が真剣に研究に関与することはできないため、入学プロセスで論文の出版に注目することは好ましくありませんと述べました。この記事それ自体はギガジンから取ってきたものですが、そのソースとなる元のニュース記事というものはネイチャーから発信されていました。お隣の国においては超学歴社会であるというお話を一番最初の冒頭でしたわけですが、この問題というものはつい最近でも大きな話題になりました。それはチョグク前法務長官の娘さんが研究論文の筆頭執筆者になっていたという問題です。大学の研究者たちが集まって作られた実験などの結果レポートというものが学会に発表されるときに、その筆頭論者として大学生にもまだなっていない高校生がその筆頭論者になっているというようなことがありました。実際にそのような論文を書けるだけの能力があればもちろん素晴らしいことです。40代、50代といった専門的な大学教授たちよりもはるかに高校生たちの方が優れているというのですから。そしてもちろんそのようなことはほとんどありません。どのような天才であってもおそらくはそれほどの才能を発揮することは難しいでしょう。一体なぜ親がこのようなことをするかといえば、それは学歴社会の中においては大学受験というものが非常に重要で、しかもその大学受験においても筆記試験をパスする、免除するような方法として考えられているのが、このような研究論文における学歴の偽装です。私にはこういった学会に提出されるほどの論文に名前を連ねるほどの知識なりもしくは見識があるということを示すことができるわけです。チョグク前法務部長官の娘さんの場合を例にとって言えば、成績についてはあまり良くないと言われています。様々な大学や国連機関などへの研修なども積極的に行っているといったような活動が作られていました。そのような活動を通してチョグク法務部長官の娘さんは大学に試験を免除された形で入学することができたと言われています。そして国民の多くが思いました。果たしてこれはこの一件だけ特別な話だったのだろうかということです。いわゆる権力者であったり財閥の創業者たち一族の関係者の場合はこういった学歴偽装が行われているのではないかというのは疑問として多くの国民が持っていました。今回のレポートではそういった権力者もしくは財閥関係者の息子、娘さんたちがこういった不正に手を染めていたかということはわかりません。しかし大学教授たちが手を貸すその理由として考えられるのは、まずは自分たちの娘や息子たちについてはもう大学受験などは楽にクリアさせてあげたいといういわば歪んだ親子愛というものが見えますし、知人たちの不正にも手を染めていたとなればその知人というのが権力者である可能性は十分あるわけです。そして恐ろしいことにこういった不正がもう随分と昔から行われていて発覚してこなかったというのも一つ重要なポイントです。ある一人の研究者だけが行っていたのではなく、その周りの人たちも同じような不正に手を染めていたとしたら、あの人もやっているんだから私がやっても問題ないよねという具合にして非常にモラルが低下していた可能性があります。お隣の国で行われている研究のその発表についてなかなか世界的な評価を受けないというその理由がこういったところにあるかもしれないと皆さんは思わないでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースはここまでにして少しだけ余談をしていきましょう。今回お話しする余談はこのチャンネルの登録者が5万人を超えました。皆さんどうもありがとうございます。YouTube 上にはいわゆるニュース解説的なもしくはニュースの紹介といったものをしている方は非常にたくさんおられます。検索をかければ10件20件ともういろんな動画が出てくるものです。そういった多くのチャンネルの中から私の動画を見てくれ、そしてチャンネル登録してくれたということにありがとうございます。ただし取り扱っているニュースの内容というか、その対象となっている国が YouTube から少し問題視されているようなので、状況に合わせて様々手を変え品を変え、
いろんなことをしながらうまく乗り切っていこうと思っています。こういった創意工夫をしなければ、言いたいことも素直に言えないというのは全く不便だとは思うのですが、しかしインターネット上でこのように発言をして、そのことが多くの人に見てもらえる、聞いてもらえる場所というのが他にはなかなかないのが現状です。ただ聞いてもらう場所というのはあったとしても、そこに多くの人がいるかといったところがまた難しいところです。これからも様々な試行錯誤をしながら活動していこうと思っています。ぜひとも皆さんも応援してくれるとこれからのやる気になっていくのでよろしくお願いします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしてまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。